ここは。みんなは、キーヤはどこに行ったんだ？どう考えても普通の場所じゃなさそうだ。むやみに動き回るわけにもいかなさそうだけど。どうしてだろう。こんなに何もない場所なのに、なぜか不安や恐れは不思議なほど感じない。一体この場所は。どんな状況でも慌てずに踏みとどまって現場の把握に努める。だいぶ捜査官として板についてきたじゃないか。お、なんだ、どうしたロイド。久しぶりの再会に口も聞けないくらい驚いたのか？兄貴。兄貴なのか？兄貴だなんてカッコつけてんじゃねえっての。前みたいに兄ちゃんって呼べばいいだろうが、二人しかいないんだから遠慮なく甘えていいんだぜ。放っておいてくれよ。でもその減らず口、間違いなく兄貴みたいだな。夢でもないみたいだし、一体どういうことなんだ？ああ、どうやらここはあの子の内面の一部らしいな。あらゆる可能性を内包しつつ世界を再構成できるゼロの世界。どうやらそんな場所らしい。ゼロの世界？兄ちゃんが、兄貴が現れているのも関係があるのか？ああ、おそらくあの子は過去の時空間に干渉することで俺という存在を知ったんだろう。そしてお前やセシル、アリオスやティオたちのためにも俺を蘇らせようとしたのかもしれん。兄貴を蘇らせる？まあ正確には今の世界を俺が死ななかった世界に紡ぎ直すってことだろうけどな。どうだロイド、お兄様が戻ってきたら嬉しいか？それともうざったいか？そんなの嬉しいに決まってるだろ。でもそれは俺が死んだ後の時間を、そこで頑張ってきた人々の努力を否定することにもなる。ま、当然そうなるだろうな。特務支援課だったか。俺も参加してお前らと一緒にいろんな事件を解決している世界もあり得たのかもしれねえが、それは今のお前らの世界じゃない。はあ、本当にそんな世界があったらどんなに楽しくて嬉しくて幸せだろうと思うけど、それでも僕は。ああ、それでいい。お前がそう言えるようになったのを俺は誇りに思うぜ。本当にあの甘えん坊がよくここまででかくなったもんな。兄ちゃんなんかに甘えた記憶はないっての。セシル姉にならともかく。そうだったな。セシルも自分のために歩き始めてもいい頃合いだ。なんだったらお前思い切ってアタックしてみたらどうだ？天然ボケだからなかなか気づいてくれなさそうだけどな。うるさい。セシル姉をバカにするな。兄ちゃんなんかにはもったいない最高の女性なんだからな。違いない。まあお前も自分の相手はちゃんと見つけたみてえだから余計なお世話ってもんか。
エリーって言ったか？お前にはもったいないような才色兼備のいい子じゃないか。お嬢様なのに芯が通ってて、行動力も包容力もあるみてえだし。俺もそう思うよ。できれば兄貴にもエリーに会ってほしかった。それにティオやランディにも。ティオか。いろいろあったみてえだが、いい子に育ってくれて何よりだぜ。ランディってのもバカっぽくてなかなか楽しそうなやつみてえだし、いい仲間に恵まれたみたいだな。ああ、最高の仲間たちさ。兄貴、そろそろ行くよ。大切なものを取り戻してみんなのところに帰るためにも。またいつか会えるよな。ああ、もちろんだ。俺はお前たちの近くにいる。泣きたくなったら、甘えたくなったら、いつでも呼んでくれりゃいい。わかった。でもどんなに苦しくても壁は乗り越えられると思う。みんながいてその向こうにある明日をつかむためだったら。だから大丈夫。安心して見守っていてくれよな。生意気言いやがって。今のお前ならあの子を本当の意味で見つけられるはずだ。殻の中に閉じこもったお姫様を見つけ出して抱きしめてやれ。ああ、さよなら兄貴。そう、生きている限り壁はいつだって現れるもんだ。大切なのは乗り越える意志と、その先にどんな光を見出すか。気張れよ、ロイド・バニングス。見つけた。どうして？声が聞こえたからさ。いつだって俺はキーヤの声が聞こえていた。耳を澄ませて感じていたら、キーヤの心の声がどこにいるかが分かったよ。そっか。でもキーヤ、ロイドにそんな風にしてもらう資格なんてない。だってキーヤは。キーヤ、それは違う。生まれがどうであろうと。違わないよ。キーヤは本物の人間じゃないし、心や魂だって本物じゃない。そんな風に優しくしてもらえる、守ってもらえる資格なんてなかった。それなのにキーヤは。なあ、キーヤ。キーヤが俺たちのところに来てから半年以上経って、どれだけの幸せを俺たちにくれたと思う？多分それはキーヤが感じた幸せと同じか、それ以上だと思う。キーヤはさ、俺たちといて楽しくなかったか？楽しかった。すごく幸せだった。
ナたちがそう感じるようにキーヤが仕向けただけかもしれない。大切なみんなの心を操っていただけかもしれない。そんなのってそんなのってこら、あのな、きっかけはどうかは知らないよ。俺たちには操られた実感もないし、それにそんな風にだったら別に操られたって構わないと思う。子猫や人間の赤ちゃんだって無条件に愛らしくて守りたくなる存在だろ。キーヤのそうした力だってせいぜいその程度じゃないのか。そして俺たちの過ごした時間はそんな力なんかじゃ測れない。俺と一緒に料理の練習をしたり、同じベッドで寝て寝坊したこと、エリーと一緒に本を読んだり、みんなの洗濯物を屋上に干したこと、ティオと一緒に掃除をしたり、ミッシーの限定グッズを買ったこと、ランディと一緒にポーカーをしたり、露店街に買い出しに行ったこと、課長と洗い物をしたり、サイトたちと昼寝をしたこと、それが嘘だったなんて本当にキーヤは思うのか。それは嘘じゃないと思う。だったらそれが俺たちにとっての真実だ。そしてその真実がある限り、この先どんな困難が迫ろうと俺たちは決して負けはしない。だからキーヤ、一人で全部背負う必要はないんだ。それはキーヤも含めて俺たち全員で頑張ればいいんだから。それが仲間で家族っていうものだろ。ロイドキーヤ相変わらずいいタックルだ。さあ帰ろう。みんなが俺たちを待っている。このまま抱っこするからちゃんと捕まっているんだぞ。ロイド、キーボー。戻ってきてくれた。ただいまみんな。ロイド、よかった。キーヤも大丈夫ですか？どうやら元の姿に戻ったみてえだが。ああ、もう大丈夫だ。ほらキーヤ、みんなに言うことがあるだろ。
ごめんなさい。ずっと心配かけて勝手なことばかりして、それから来てくれてありがとう。キーヤちゃん、お礼なんて必要ないです。まあ帰ったらお尻ペンペンくらいは覚悟しろよ。ああ、もう泣くことないだろ。やれやれ。よかった。まったくつまらない幕引きですわね。マリア・ベルさん。ベル、まだやるつもりなの？やるも何もキーヤさんから司法の力は失われてしまった。黒井助の1000年の猛襲とともに本当に拍子抜けもいいところですわ。ベル、教団の悪夢も本当の意味で終わりですか？ええ、ですがこの先さらなる災厄がクロスベルを待ち受けているでしょう。特にエレボニアはどちらの勢力が内戦に勝利しても侵攻してくる可能性は高いはず。そうなればカルバードも対抗して軍を派遣するのは間違いありません。ええ。だろうな。ですが司法を失った以上あなた方に食い止める術はない。それは分かっていますわよね。それでも俺たちはキーヤと共にこの選択を選んだ。最悪という壁を共に乗り越え、明日という光をつかむために。だから後悔はしません。今まで以上に忙しくなるでしょうね。だがここに来るまでだって散々苦労してきてるからな。まっすぐただひたむきにみんなで乗り越えるだけです。立場上めったなことは言えないけど、天霊賞による横やりもなくなりそうだし、教会も少しは力になれるはずさ。付き合いきれませんわね。まあそういうことならばせいぜい頑張るといいでしょう。マリア・ベルさん。ああ、イアン先生ですけど仮死状態にしただけですわ。きちんと処置すれば助かるでしょう。それと司法の力が失われたことで大樹もじきに消滅するでしょう。もって数時間、せいぜい早めに脱出なさいな。あんたどうして？今回の顛末がどうなってもクロスベルは立つつもりでしたから。ウロボロスのマスター殿に欠けた使徒の代わりを務めるよう望まれていたので。使徒、結社の最高幹部ですか？ベル、あなた。エリー、そんな顔しないでちょうだい。大陸がこうなってしまった以上、いずれまた会う機会もあるでしょう。それまでの間、遠くの地よりしかと見せていただきますわよ。あなた方の悪あがきをね。ベル。それとお父様ですけど、極刑は勘弁してあげてちょうだい。クロスベルの立て直しに少しは役に立つでしょうから。それでは皆さん、ごきげんよう。
ベル、最後まで勝手なんだから。確かに致命傷じゃない。みんな手分けしてイアン先生をメルカバに運ぼう。それにアリオスさんたちも介抱して運ぶ必要があるだろう。あと数時間で大樹が崩壊するそうですから、急ぐ必要がありそうですね。アッパスやみんなに連絡して手分けをするとしようか。それにしても最後までマリアベルさんはマリアベルさんでしたね。ああ、あんだけのことをしたのにどこか憎みきれねえっていうか、あれもち毒ってやつなのかね。ベルは多分どこまでも自分に正直なんだと思う。一度やりたいと思ったことは何のためらいもなく、あらゆる方法でそれを成し遂げようとする。たとえ一人でも全く気にせず。でもみんながベルみたいに強いわけじゃない。ああ、だからこそ人は家族や仲間が必要なんだと思う。壁を乗り越えまだ見ぬ明日の光を掴むためには。光が見えるのはまだまだ先にはなりそうだが、それでもなんとかなりそうって気分にはなってくるな。はい、ここにいる人間だけでもこれだけのことができたんです。クロスベルにいる人たちが一丸となれば何だってできますよ。確かにそうかもね。キーヤも頑張る。みんなと一緒に大切な場所を守るために。キーヤちゃん、千人力です。その息だぜ。ああ、一緒に頑張ろう。特務支援課撤収。アリオスさんたちを回収しつつメルカバで大樹より離脱する。戻ろう、俺たちのクロスベルに。